例のささやきの朗読や県警の鑑識課に一枚の皮膚が届けられた。山中で見つかったという通報は午後3時40分。登山道脇で倒木の下に張り付くように落ちていたらしい。採取した山岳警備隊の話では動物のものではないとのことだった。俺はその夜検証室にいた。蛍光灯の下で見る皮膚は乾ききっていない。手のひらほどの大きさで指紋のような模様が薄く浮かんでいた。分析用ライトを当てると表面がわずかに動く。水滴かと思ったが目を凝らすと内側で筋がうごめいている。気味が悪かった。だが職務上逃げるわけにはいかない。DNA 採取のため検体を切り取るとピクリと震えた。刃物に触れた瞬間湿った音を立てて微量の体液が染み出す。腐臭はない。むしろ人間の皮膚に近い匂い。温かさすら感じた。翌朝結果が出た。鑑識員が顔を青ざめさせて俺のデスクに報告書を置いた。一致しました。誰と？捜査一課のあなたです。冗談にしてはたちが悪い。自分の DNA が山中で見つかった皮膚に一致するなんてありえない。俺は再検査を依頼した。だが二度目も結果は同じだった。その夜研究室に戻り検体を確認した。冷蔵保存のはずの容器が結露している。温度管理が狂っているのかもしれない。蓋を開けると中の皮膚が柔らかくなっていた。表面に細かいシワが浮かび、まるで手のひらの一部のようだ。そこに見覚えがあった。俺の右手にある傷跡。数年前事件で負った小さな切創。全く同じ位置に同じ形の薄い線がある。俺の背筋に冷たいものが走る。証拠品を戻そうと手を伸ばした瞬間、皮膚がふるりと動いた。手のひらを掴まれたような感覚。反射的に手を引くと皮膚が自分の手に張り付いていた。まるで吸盤のように離れない。引き剥がすと下に自分の皮膚がなかった。血は出ていない。ただそこにも同じような薄皮があった。まるで俺自身が何層にも重なった皮でできているように。翌朝、俺の手の甲には違和感が残っていた。感覚はあるが、少し遅れて伝わる。
熱を感じても冷たさを感じない。手袋を外して光にかざすと、皮膚の下で何かがうごめくのが見えた。筋肉の動きではない。もっと浅い層、皮膚そのものが動いている。鏡の前で袖をまくる。前腕の内側に薄い線が浮かんでいた。まるで新しい皮膚が古い自分を押し出すように盛り上がっている。指で押すとそこだけ暖かい。生きている。職場に行くと鑑識室は立ち入り禁止になっていた。検体の保管庫が夜のうちに異常を起こし、冷却装置が溶けたという。原因は不明。報告書には外部からの侵入痕なしとだけ記されていた。気がかりだった。なぜ自分の皮膚が山にあったのか。誰がそれを剥ぎ置いたのか。頭の中で考えが渦を巻く。その時、机の上の書類の隙間から何かが落ちた。封筒だった。差出人の名前はない。中には写真が一枚。山の斜面に立つ俺。その背中の皮膚がまるで蛇の抜け殻のように開いている。写真の下には日付が記されていた。昨日。心臓が嫌な音を立てた。すぐに防犯カメラを確認した。俺が出勤する前の映像に封筒を机に置く俺が映っていた。服装も姿勢も同じ。ただ一つ違うのは顔の輪郭。皮膚がずれて下から別の顔が覗いていた。俺は職場を飛び出し車に乗り込む。ハンドルを握る手の感覚が薄い。皮膚が硬く乾いている。路肩に車を止め、手を揉むと表面がパリパリと割れた。乾いた音とともに小さなかけらが剥がれ落ちる。それを拾い上げると薄く笑うように縮んだ。夜、自宅の風呂場で袖をまくる。腕全体が薄皮に覆われ、下から別の皮膚が覗いている。どちらが本物か、もうわからない。剥いでも剥いでも下から自分の肌が出てくる。その時、電話が鳴った。着信は俺からだった。震える手で取ると少し遅れて声が聞こえた。お前の皮返してもらうぞ。通話が切れると同時に背後で何かが落ちた。振り向くと浴室の鏡の前に俺が立っていた。同じ顔、同じ服。
ただし、そいつの皮膚はピタリと張り、艶があった。対する俺の皮は乾いてひび割れ、剥がれかけている。目が合った瞬間、そいつが微笑んだ。やっと見つけた。鏡の前に立つ俺は一歩も動かない。ただゆっくりと首を傾けながら笑っていた。その口元が開くと奥から湿った音がした。舌ではない。皮膚の内側から別の皮が剥がれ落ちる音だった。返せよ。そいつの声は俺の声と寸分たがわない。そのまま一歩踏み出してくる。床に落ちた水滴のようなものがじわりと広がっていく。それは水ではなかった。皮膚から滴る透明な粘液。体温を持つ液体だった。後ずさりしようとした足が滑った。風呂場のタイルに細長い指跡が残っている。気がつけば床にも壁にも俺の皮膚が張り付いていた。まるでこの部屋全体が俺の体の中のようだった。もう一人の俺が俺の顔を掴んだ。指が頬に食い込み、皮が引き剥がされる。だが不思議と痛みはない。代わりに心臓の鼓動が皮膚の外に移るような奇妙な感覚。視界の中で自分の顔が剥がされていく。その下から新しい顔が現れた。そいつと全く同じ顔だ。これで戻れる。そいつはそう言って剥がした皮を自分の方に貼り付けた。血の一滴も出さず吸い込むように馴染んでいく。その瞬間、俺の体が崩れ始めた。外皮を失った俺は形を保てず床へ溶けていく。皮のない肉の塊がぬるりと流れ落ちた。最後の意識の中で見たのは俺が玄関へ向かう後ろ姿。背中の縫い目が閉じていくのが見えた。皮膚が完全に彼を包み、俺の声が喉から出た。俺の声で。明日も出勤か。暗転する意識の底で何かがささやく。また古くなったら取り替えるさ。1週間後、捜査一課では奇妙な報告が上がった。山で見つかった皮膚片の DNA が再び検出されたという。一致したのは鑑識課の俺。ただしその報告書の日付は俺が失踪した翌日だった。検体はすぐに本部へ送られ厳重に保管された。だが深夜、監視カメラの映像に俺が映っていた。
保管庫の扉を開け、ガラス瓶を抱える姿。顔の半分が剥がれかけ、笑っていた。瓶の中の皮膚がゆっくりと手を伸ばした。そして画面が途切れた。次の日、記録映像はすべて消去されていた。削除操作を行ったのは鑑識課の本人。それが誰を指すのか、今では誰にもわからない。ただ一つだけ確かに残っていた。俺のロッカーの中、新品の手袋の隣に乾いた手の皮が丁寧に畳まれていたんだ。行方不明者の捜索依頼が入ったのは、梅雨が明けきらない7月の終わりだった。消えたのは登山客の親子2人。最後に確認された位置情報は、標高800メートルほどの山腹。だが、地図上の登山道からは外れており、GPS の座標には道と呼べるものは存在しなかった。俺は県警の捜索班として隊員5名と共に現場に入った。湿った風が肌に張り付く。山道には誰のものとも知れない古い足跡が続いていた。崩れた祠のような石積みの横を通り抜けると、土の匂いが急に濃くなった。何かが腐っているような、濡れた布のような、どこか甘い臭気が鼻に残る。やがて見たことのない案内板が現れた。この先、〇〇村入り口。地図には載っていない名前だった。表面は苔で覆われ、板の下には平成10年撤去と小さく刻まれていた。撤去されたはずの集落になぜ新しい足跡が向かっているのか。数分後、木々の切れ間から瓦屋根が見えた。民家が数軒、斜面に張り付くように並んでいる。煙突から細い煙が立ち上り、夕方の光が瓦に赤く反射していた。だが、人の気配がまるでない。犬も鳥も音を立てない。無線を入れる。本部、こちら捜索一班。集落を確認。人影なし。返答はノイズに飲まれた。不思議なことに GPS の表示が突然無信号に変わる。電波が遮断されている。誰かが意図的にという考えがよぎった。同行していた巡査が一つの家の戸口を指した。引き戸の隙間からまだ暖かそうな湯気が漏れている。中を覗くといろりに
火が残っていた。茶碗が2つ並んでいる。まるで誰かがついさっきまでここにいたようだった。俺は隊員に指示をした。写真を撮れ。そして記録を残しておけ。その時、民家の裏手からかすかな足音がした。全員が振り返る。だが、そこにあったのは風で揺れる白い布だけ。縁側に吊るされた子供の服のようだった。日が沈み切る前に集落の全域を確認しようとした。だが、母屋の数を数えても合わない。遠くに見えた瓦屋根は6軒のはずだった。しかし、実際に歩いてみると7軒ある。しかも、どの家の間にもほんの数歩分の隙間しかないのに、進むたびに景色が微妙に変わる。背後を振り返ると、来たはずの道が消えていた。俺は無線のスイッチを入れた。本部、聞こえるか？ GPS が途切れた。集落内を確認中。応答なし。ノイズの奥で誰かが戻れと言った気がした。隊員の一人が撮影した写真を見せてきた。班長、変なんです。家がさっきと違うんですよ。確かに画面に映る母屋の位置が数分前と微妙に入れ替わっている。1枚目では右奥にあった蔵が、2枚目では左手にある。どちらも間違いなく撮影日時は夕方。まるで村そのものが息をしているようだった。やがて中央の広場に出た。石造りの井戸があり、その周囲に丸く並ぶように家が建っている。井戸の中を覗くと、水面が異様に澄んでいた。覗き込むと顔が映る。自分のはずなのに動きが一瞬だけ遅れる。まぶたを閉じても井戸の中の俺は瞬きをしなかった。鳥肌が立った。振り向くと誰もいない。さっきまで横にいた巡査の姿が消えていた。呼んでも返事がない。草むらの奥に足跡が続いていた。土にめり込むような深い跡。その形が妙に細い。成人男性の靴跡ではない。裸足の子供のような。いや、それよりも指が多い。視界の端で何かが動いた。わらぶき屋根の影から白い顔が覗いている。距離にして10メートルほど。顔だけがこちらを向いている。首が異様に長く、体は壁の裏に隠れて見えない。
目が細く笑い、唇だけが黒ずんでいる。息を飲んだ瞬間、顔がゆっくりと壁の中へ沈んだ。まるで水の中に吸い込まれるように。その直後、村のどこかで太鼓のような音が響いた。と一定の間隔で。耳を澄ますと、風も虫も止まり、音だけが山に反射していた。俺は小声でつぶやいた。ここって本当に撤去された村なのか？太鼓の音は止まらなかった。感覚が狭まり、鼓膜を叩くような低い振動に変わっていく。音の出どころを探ろうと耳を澄ませた瞬間、背後の母屋の戸がギーッと開いた。中から現れたのは、先ほどいなくなった巡査のように見えた。班長、ここにいました。そう言って歩み寄ってくる。だが近づくたびに靴の音がしない。顔が薄い膜のように揺らぎ、表情が張り付いた笑みに変わった。光の加減ではなかった。皮膚が浮いていた。顔全体が誰かの皮をかぶっているように。その下から湿った音とともに別の顔が覗いた。俺は後ずさりしながら拳銃に手を伸ばした。だがトリガーを引く前にそいつが首を傾けた。どうして撃つんです？一緒に帰るんじゃないんですか？声がさっきの巡査のものと重なり、少し遅れて響く。まるで録音を重ねたように二重になっていた。視界の端で他の家々の戸も次々と開く。同じ顔をした者たちがゆっくりと外に出てくる。全員笑っている。そして全員俺の顔をしていた。俺は逃げ出した。井戸を越え坂道を駆け下りる。足元の泥が吸い付くように重く何度も転んだ。それでも必死に走り抜け、ようやく木々の切れ間を抜けた。気づくと朝になっていた。隊員の姿はなく、俺一人だけだった。無線が急につながり、救助隊の声が入る。応答せよ、一班。今どこにいる？〇〇村にいた。全員村に。そう言いかけたとき、通信が途切れた。救助隊に保護された後、俺は地図を確認した。そこには集落なんて存在しない。航空写真を見てもただの森だ。それなのに報告書の片隅に残っていた。現場で撮影したはずの写真が
一枚だけ。そこに写っていたのは、俺の背中と、その肩越しに覗くもう一人の俺だった。翌日、解析班がその画像を調べた。結果はこうだった。被写体の二人、どちらも同一人物。撮影者、本人。そして3日後、保管されていたその写真が突然消えた。ログを追うと削除をしたのは一班班長。つまり俺自身だ。なのに俺はその操作をした記憶がない。報告書を閉じると机の上に泥が落ちた。手を見ると爪の間に黒い土が詰まっている。乾いていない。湿った山の土の匂いがした。その夜、寝室の壁から太鼓の音がした。あの村と同じ一定の感覚で。そして耳元で誰かが囁いた。次はこっちの地図に来い。梅雨明け直後の山間部で不可解な遺体が見つかった。登山者の通報によれば、林道の中央に逆さの足跡が続いていたという。かかとが進行方向を向き、爪先が後ろを向いている。しかもその足跡は粘液で濡れ、陽光に光っていた。現場検証のため、俺は相棒の宮地と山へ入った。気温は30度を超えていたが、森の中は異様に冷たい。足元に伸びる泥の線。それが九段のぬめる足跡だった。近づくと生臭い匂いが鼻を刺す。魚の腐ったような、しかしどこか甘い匂いが混じっている。足跡は人間のものに見える。裸足、成人男性のサイズ。だが歩幅が一定で、深さも全く変わらない。人間なら重心の移動で微妙に変化するはずだ。それが一切ない。まるで引きずられている。山道を数十メートル進むと、血のような液体が混ざり始めた。靴底がぬるりと滑り、俺はとっさに手をつく。その感触が最悪だった。泥ではなく、何か生温かいもの。手のひらを離すと、透明な膜が糸を引いて伸びる。宮地が小声で言った。誰か前を歩いてますね。確かに数十メートルほど先の木立の間を黒い影が動いていた。だが足音は一切しない。ただ風のように滑る。逆光の中で
見えた足が明らかに逆向きだった。銃に手をかけたが、宮地が静止した。撃つな。人かもしれない。俺たちはゆっくりと近づいた。すると影がふっと止まり、木の裏へと消える。後を追って回り込むと、そこには誰もいなかった。代わりに木の幹に手形が残っていた。ぬるりとした液体がまだ垂れている。指の数は6本。その先に古びた山小屋があった。壁が崩れ、屋根も半分落ちている。だが玄関の戸だけが新しい木材に変えられていた。板の中央に張り紙がある。これ以上山を登るな。筆跡は震えている。紙の端に粘液の指跡があった。俺は宮地に合図をし、ドアを開けた。中は暗く、湿った匂いで満ちていた。床にぬめる足跡がびっしりと並んでいる。しかもそれは天井へと続いていた。見上げた瞬間、光が反射した。天井裏に何かが張っていた。そいつは逆さのまま俺たちを覗いていたんだ。懐中電灯の光が天井裏をなぞる。そこにいたそれは人の形をしていた。いや、最初はそう見えた。頭から肩、腕のようなものが見える。だが、関節の向きがすべて逆。腕は膝のように曲がり、足首は真後ろを向いていた。そいつと目が合った瞬間、天井裏の板が音を立てて裂けた。ぬめった音とともに、そいつが落ちてきた。重くはない。だが床一面に広がるその粘液が空気を締め付けた。宮地が悲鳴を上げて後退した。ライトの光の中でそいつが身を起こす。頭は人間のようだが、顔が滑らかすぎる。皮膚というより半透明の膜。目の位置に黒い点が二つ浮かび、口が縦に裂けていた。俺は銃を構えた。動くな。反応はない。だが、そいつの足がゆっくりと動いた。爪先が後ろを向いたまま、まるで逆再生のように滑る。床に残る足跡がぬめりながら形を変えていく。人間の足型が魚の腹びれのように広がっていた。天井の梁の上から水滴のような液体が垂れ落ちる。それが皮膚に触れた瞬間、冷たさより先に脈動を感じた。生きている。
体液そのものが生き物のようにうごめいている。宮地が外へ走り出した。俺も続こうとしたが、足元に何かが絡みついた。床のぬめりが生き物のように指に絡みつく。引き剥がすと足跡が残った。逆さの足跡。その時、山小屋の奥から声がした。おかえり。聞き覚えのある声。振り返ると、そこには宮地が立っていた。そう、さっき逃げたはずの宮地が。だが、顔が違う。輪郭は同じなのに、表情が川の下で揺らいでいる。目の奥が水泡のように濁り、黒い点が揺らめいていた。班長、戻りましょう。もう日が暮れますよ。声が少し遅れて響く。その口から粘液が糸を引いた。俺は交代しながら外へ飛び出した。夕暮れの山が沈みかけている。だが林道の先にも同じ足跡が続いていた。逆さのまま山の奥へと。ふと気づいた。その足跡は俺たちが登ってきた跡と重なっている。つまり最初からそれは俺たちの跡をつけていたんだ。いや、違う。俺たちがそれの後を追っていたのかもしれない。風が止み、森が呼吸をやめた。その静寂の中で耳の奥に小さな音がした。ぬるり、ぬるりと何かが這う音。それが近づいてくる。木々の間から白い手が現れた。指が6本。爪先が後ろを向いた足と同じ形だった。白い手が地面をつかむたびにぬめった音が響く。指の間から泥が滴り、そこに小さな泡がはじけて消える。その泡の中にはまるで目のような黒い点が浮かんでいた。宮地がうめき声を上げて後ずさる。だがその足跡もまた逆さだった。俺は息を飲む。彼の足首が後ろに折れ、膝が反対に曲がっている。骨が音もなく裏返り、皮膚の下を何かが張っていた。班長、こっちです。声が低く響く。目の前の宮地の顔がゆっくりと裏返った。皮膚がめくれ、鼻が後頭部に沈み、口が首筋へと移動する。皮膚がぬめりながら形を変え、あの逆さの足跡の主と同じ姿へと変わっていった。俺は
引き金を引いた。乾いた銃声が山に響く。だが、そいつは倒れない。弾痕の周囲から透明な粘液がにじみ、瞬く間に塞がっていく。再び口が開いた。それが笑った。お前もこっちに来いよ。その瞬間、足元のぬめりが急に増えた。地面が呼吸をしている。踏み込むたびに泥が沈み、冷たい何かが足首に巻きついた。見ると地中から逆さの足がいくつも伸びていた。人間のようでいて人ではない。指が6本あり、爪が内側に向かっている。引きずられる。必死に地面を掴んだが、粘液が滑って手が抜けない。気づくと腕にも逆さの手形が浮かんでいた。その跡が脈を打ち、皮膚の下を這い上がってくる。山そのものが生きている。地中に潜むぬめるものが、そこに入ったものの形を奪って動かしている。足が完全に沈んだ。膝、腰、胸。泥の下で無数の指が皮膚をなぞる。その感触が体の中へと入り込んでくる。視界が揺れ、空と地面の区別がなくなった。世界が裏返る。最後に見たのは自分の背中だった。俺は地面の下からそれを見上げていた。俺が地を這い、俺が空を見上げていた。逆さの足跡が新たに一歩分増えていく。それが山道の端から端まで続いていた。翌朝、救助隊が到着した。ぬめった足跡は山頂から麓まで続き、途中で消えている。見つかったのは俺たちの装備だけ。宮地の無線機から最後の通信が記録されていた。山が歩いている。その音声の直後、何かがぬるりと這う音が入っている。現場の記録員が再生したとき、無線機の外側に透明な膜が張り付いていた。それがじわりと動き、指のような跡を残した。現在もその山は立ち入り禁止になっている。理由は地盤の不安定。だが地元の者は言う。夜明け前、林道に光る逆さの足跡が現れる。それを踏んだ者は次の日、自分の足の向きを思い出せなくなると。